こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業系のちょっといい話ということで動画をお送りをします。今回はですね、育児・介護に関する法改正として、2025年4月、令和7年4月から新しく作られました育児時短就業給付金について解説をしていきたいと思います。同じく2025年4月から新しく出生後休業支援給付金というのもありますけれど、こちらも別の動画ではご紹介はしておりますけれど、合わせて作られたものという形になります。この、育児時短就業給付金につきましては、2歳まで育児をするために時短をした場合に給付金を支給をするという制度になっておりまして、これによってよりワークライフバランスが充実していくことが期待をされるというものになっております。2025年4月につきましては、新たな2つの給付金が創設されるとともに、育児休業の延長の厳格化というのも進んでおりますので、様々な改正があります。よく注意をして、見てほしいと思います。今回の概要ですけれど、育児に関わる給付金の体系ということで、最近は育児に関する給付金制度というのが様々出てきて、もうよくわからなくなってきたという方も多いのではないでしょうか。そういったところもありますので、まずは今の育児に関わる給付金の全体像について見ていきたいと思います。そして、育児と仕事の両立の課題ですね。今回給付金制度が作られた制度創設の背景などを少し見ていき、そして、育児時短就業給付金の概要について、そして受給資格、支給額について解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、育児にかかる給付金の体系ということで、今現状はこのような形になっている。出産時にですね、出生時育児休業給付金というのが、これはですね、いわゆる産後パパ育休と言われるものになってきますけれど、これが法改正によって近年新しく作られたということ。そして、今まで通りのある育児休業給付金ですね。延長する場合はパパママ育休プラスというのもありますけれど、ここが原則1歳まで、特別な事情がある場合は1歳6ヶ月、さらには2歳までという形で延長ができますが、ここの延長に関しましては2025年4月から厳格化をされているという状況になっております。そして別の動画でもご紹介をしている2025年4月から新しく作られた出生後休業支援給付金と言われるもの。こちらは手取り10割給付と言われることが多いですが、育児休業給付金ですとか、出生時育児休業給付金に上乗せをして支給されるものという形になります。そして今回ご紹介をするのが2025年4月から新しく作られた育児時短就業給付金という形になります。これはですね、時短勤務をする場合、その方に対して給付金を支給をするというものではありますけれど、どういったこの制度創設の背景があったのかと言いますと、まずはですね、労働力不足という形で、やはりですね、少子高齢化によって労働力不足になって、出産、育児を理由として離職やキャリアを中断をしてしまうことが多い。これに対して今回の給付金制度で時短勤務ができることによってそういった懸念がなくなっていくというふうに言われている。そして2つ目は育児負担の軽減。最近は共働き世帯というのが増えてきている中で、やはり負担が増えてきているといったところ、そういったところでその結果、キャリアを断念しなければいけないといったところがありますので、今回の給付金制度で勤務を継続をすることで、仕事と育児の両立がしやすくなってくるといったところを狙っている。そして3つ目は時短勤務による収入減という形で、育児に関して時短勤務をしたいけれど、もちろんですね、時短勤務をした場合は給料も下がるという形になりますので、そういった懸念がないように、賃金の 10% が今回の給付金で支給されて経済的な不安が軽減されるという効果を期待されるものになってきます。その結果ですね、新しく作られたのが育児時短就業給付金と言われるものになってきます。こちらの概要ですけれど、2歳に満たない子供を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に
賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金という形になります。では、どういった方が受給資格があるのかというと、もちろんですね、雇用保険の被保険者であることというのは前提なんですけど、その他に、この丸1、そして丸2の要件を満たした場合ということになります。まず一つ目は2歳未満の子供を養育をする。そして1週間あたりの所定労働時間を短縮して働くということ。そしてもう一つが、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について、育児時短就業を開始すること。もしくはですね、育児時短就業開始前2年間に、賃金の支払い基礎日数が11日以上。そして、完全手続きが12ヶ月以上あるという形。そういった形になってくるので、通常は、育児休業が終わって復帰をして、その方がフルタイムではなく時短になって働くといった場合です。そしてただですね、2歳まで育児休業をした場合は使えませんので、1歳で復帰、もしくは1歳6ヶ月で復帰をしていただいて、2歳までの期間は休業の代わりに時短勤務を行うというケースが多くなるのではないかというふうに思います。ではですね、支給額についてですけれど、こちらは原則として支給対象月に支払われた賃金の 10% という形になっております。したがってですね、休業前、時短勤務前につきまして、賃金が月額30万円だった方が時短勤務をすることによって20万になった場合は、20万に対しての 10%。今回、この例でいきますと2万円支給されるという形ですね。したがってですね、元々の給料が30万円ですので、この30万円を超えることはないという形になってきます。そしてですね、注意点につきましては、やはりですね、上限と下限というのがありますので、時短後の賃金が45万9000円以上の場合は不支給という形。また、支給額自体が2295円以下の場合は不支給という形になっていますので、ご自身のお給料額の確認も必要かと思います。そして支給額につきましては 10% が原則なんですが、すべての方が 10% かというとそうではなくて、時短前の賃金と時短後の賃金の減少幅を見たときに 90% 以下の場合は支給率は 10% なんですが、90% 未満の引き下げの場合、90% 超 100% 未満の場合は支給率が調整されます。この調整支給率につきましては、早見表というのが出ていますので、こちらを参照していただければと思いますので、もちろん給与が下がらなかった場合は支給率は0という形になり、90% 以下になった場合は最大 10% となって、そこからですね、少し賃金率がどれくらい落ちたのかによってパーセントが変わってくるという形になっております。このですね、育児時短の給付金ですけれど、取り組む場合注意をしてほしいのは、時短勤務の前の賃金30万の方、時短勤務によって20万になって、そしてですね、給付金が2万円もらって22万円という形になる。ただですね、時短勤務によって業務一部できなくなることが出てきて、それが他の人に負担をしてもらうと、今までの業務にさらに上乗せをされる。そして時短をしているのにお給料をもらえるということで、時短勤務者とその他の既存の従業員とのバランス、不公平感というのがちょっと出てくる可能性がありますので、そういった部分もですね、配慮をしてほしいと思います。そして最後に注意点とまとめですけれど、初回の申請は原則支給対象月の初日から4ヶ月以内という形になっております。そして今回雇用保険法の改正によりまして、育児休業の延長の厳格化というところも出てきています。また、出生後休業支援給付金というのも創設されているので、こちらも合わせて確認をしてほしいと思います。今回のですね、育児時短就業給付金ですけれど、経済的負担の軽減ですとか、ワークライフバランスの改善、キャリアの改善に非常に効果的になってきて、
したがってですね、今後、育児休業自体が1年が原則になってくるという形になってくると、1歳から2歳までの間は、この時短就業給付金を活用するというケースが出てくるかと思いますので、今のうちからですね、準備をしていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。